はいどうも、ゆちチャンネルです。レクサス関連のあれこれを毎週配信しているレクサスファンチャンネルとなってますので、レクサスに興味のある方はぜひチャンネル登録してくださると嬉しいです。今回は私が購入を決めたレクサス RX350F スポーツに装着する上でリセールを意識して選んだ厳選オプションたちを紹介したいなと思います。そして最後に今回選んだオプションを加味したおおよその見積もり合計金額も発表したいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると幸いです。それでですね、この手の動画を出すと決まってね、こんなコメントが結構届くんですよ。リセールで元が取れる根拠や情報はどこから得られたんですかとかですね、何々はそこまでリセールに加味されませんよとかですね、ほんとね、様々なコメントが結構寄せられます。ですので、ここでね、はっきりさせときますね。今回選定したオプションは、私個人が色々とネットで情報を漁り散らかして、もちろん関連する YouTube 動画も見漁った結果、これが今の私が選ぶベストチョイスではないのかなと、そう考えて選別したオプションですので、あくまでも購入時、オプションを選ぶ上での参考程度として見てもらえるといいのかなと思います。そもそもリセール最強を意識するのであれば、車両本体価格に何も上乗せしないのが一番コスパよくね、乗り出せるんじゃないかと思いますし、私的にですね、基本オプションってのは装着すればするほど売却時損をする可能性が高くなるものがほとんどで、ご自身のライフスタイルですとか趣味嗜好、こだわりにマッチさせるための装飾品のようなものだと認識してます。今回はあくまでも装着した金額のある程度は売却時に回収できる見込みが高いであろう、そういったオプションとなってます。その点だけご理解いただけると幸いです。異論反論などあるかと思いますが、そういった方はご自身が納得するオプションを選んで購入してもらうのが一番いいかと思いますので、そのあたりはお好きにしていただければなと思います。それでは自称 RX350 につけたリセール最強オプション6選ということでやっていきましょう。まずはメーカーオプションからです。一つ目はもちろんこの装備、そうパノラマルーフになります。価格はルーフレールとセットで20万9000円となります。私の独自調査によりますと、パノラマルーフのオプションは装着した分の金額はほぼほぼ回収できる可能性が高いという判断となりました。むしろルーフ系装備が非装着な車両は装着車両と比較するとその分査定時にマイナス査定になるとかならないとかですので、パノラマルーフじゃなくてもムーンルーフでもいいので、ルーフ系装備は装着した方が良さそうです。レクサスのルーフ装備は NX も RX も開閉チルトの両方が可能となってますし、後席に人を乗せることが多い方はパノラマルーフがあるのとないのとでは開放感がもう全然違います。車内も明るくなりますのでおすすめのオプションかなと思います。ただ現状の RX ではパノラマルーフに IR カット機能は付加されていないため、日差しの強い日は結構ね暑いかと思います。この点ですね、NX のパノラマルーフはかなり優秀で IR カット機能も施されてますので、 RX ほどですね暑くないように配慮されてます。しかも NX ではフロント席の窓ガラスについても IR カット仕様となってます。 RX では UV カットのみですので、ここでもね NX の熱線対策っていうのは一歩格上となってるんですよね。さすがね売れ筋モデルの NX ですよね。この辺はね抜かりがありません。RX も今回の年次改良で IR カット仕様をね導入してほしいなと個人的には感じます。またパノラマルーフを選ぶことでルーフシェードの開閉もスイッチ一つでね自動開閉となりますので、ギミック好きの私としてはこのあたりもグッドですね。続いて2つ目はというと、これももはや当チャンネルではマストアイテムの一つ、F スポ乗りで装着しない方は F スポ潜りと噂されるぐらい有名なオプションです。そう、オレンジキャリパーになります。このオプションはもうマストですよね。価格は4万4000円となります。このオプションは完全に見た目だけのオプションとなってます。ブレーキの制動機能が向上するとか、そういった類の性能は一切ありません。完全に足元のおしゃれ、
ドレスアップのためだけに装着するオプションになります。これはもう絶対に装着しなきゃいけないオプションだと個人的に思います。なんて言ったってね、F スポーツモデル専用の装備となってますので、バージョン L とかの他のモデルでは装着すること自体ができない仕様となってます。そして最初に装着しておかないと後で付けたいなと思っても、キントファクトリーでは驚愕の18万7000円となってます。なんと注文時の約4倍の価格となってるんですよ。ですので、これはもう初回注文時に確実に装着しておくべきマストオプションかと思います。F スポーツモデルは基本足元がブラックホイール化されることが多いモデルですので、このオレンジの差し色があるだけで足元の見た目がよりぐっとおしゃれで目を引く足回りのアクセントとなってます。街中を走る F スポーツ車の9割以上は装着しているであろう、そういったオプションになりますので、これがね、リセールに関係ないってことはきっとないはずですよね。絶対にね、プラス査定が期待できるオプションなんじゃないかと思います。続いて3つ目ですが、輻射ヒーターとなります。価格は12万1000円となってます。このオプションは基本、運転席と助手席の足元にヒーター機能が追加されるオプションとはなってるんですが、その付帯装備の内容が実はすごいんですよ。このオプションを装着すると、なんと後席にシートヒーターおよび電動格納シートが追加されます。それだけではないんです。さらに後席にベンチレーションまでも装備されてしまうという神オプションとなってるんですよ。NX でも後席シートヒーターと電動格納シートのオプションが設定されてるんですが、その価格が7万7000円となってますので、それにプラス4万4000円上乗せするだけで、漏れなくベンチレーションまでついてきてしまうという大盤振る舞いなオプション内容となっています。それに加えて、後席に電動リクライニング機能までも装備されてしまうという、もうね、やばくないですか？現状、キントファクトリーで後付けなどはできないオプションとなってますし、仮に後付け可能となったとしても、確実に十数万単位の価格となること必至な装備だと思いますので、12万円でこれだけの快適装備がつくなら、もうつけといて損はないオプションかなと思います。正直、このオプションはリセールでプラス査定になるかどうかは結構微妙な部分なんですが、価格とその内容を踏まえるとかなり充実した装備内容となってますので、悩んだら確実につけといた方がいいのかなと思います。現状後席にベンチレーションが装備されるのは LX と RX だけとなってますので、その部分でも特別感のある高級装備なんじゃないのかなと感じますし、普段使いの場面でも RX はその大きな車格があるがゆえに、後席足元もかなりのゆとりがあって、ゆったりとね、くつろぐことができるスペースが確保されてます。また、高温多湿な日本で夏はね、死ぬほど暑く、冬は凍えるほど寒いと感じる今日この頃ですので、後席に乗る乗員の快適度は格段に良くなるのではないのかなと思います。続いて4つ目ですが、デジタルインナーミラーとなります。価格は4万4000円となっています。正直こちらのオプションに関してはリセールにあまり関係はないのかなと考えてます。ですが NX で使ってて夜間の視認性がとても良くなるなぁと私自身感じましたし、後続車のヘッドライトもうまく現行して映し出してくれますので、私としてはもうこれはね、あった方がいいなと判断しました。それに手動で通常ミラーに切り替えることもできますので、その時その時の状況に合わせて使い分けできるのも利便性がいいなと感じてます。NX を購入する前のミニ版でもデジタルインナーミラーを装備していましたので、もうね、この仕様に目が結構慣れてしまってて、今では逆にね、通常ミラーの方がちょっと見にくいなと感じてしまう、そういった体になってしまったっていうのもあります。要はデジタルインナーミラーに慣れちゃったので、もうないとそれが逆に違和感でしかない、そういった感覚になってしまったということです。人によってはこのデジタルインナーミラーが見るときに焦点が合わずに見にくいなと感じる方もいらっしゃるみたいですので、このオプションはお好みでいいかなと思います。絶対につけなきゃいけないオプションではないですね。続いて5つ目ですが、
これも正直リセールには絶対影響しないオプションかと思うんですが、私が個人的に価格的につけてもいいかなと思ったのと、次世代型に進化してどのくらいね、使い勝手が向上したのか、実際のところを試してみたいなと、その一心で装着することにしました。そう、置くだけ充電となります。価格は 13,200 円となっております。こちらのオプションもキントファクトリーで後付け可能なアップグレードオプションの一つとなってまして、キントでの価格は後付けだと 44,000 円と約ね3倍もの価格がしてしまいます。また私の所有する NX の置くだけ充電は第4世代となってまして、充電速度もね、ちょっと遅くて、走行中ね、スマホが位置ずれするたびに充電できない事態になってしまうといったね、お世辞にも使い勝手のいいものとは言えませんでした。私以外にも置くだけ充電をつけたはいいけど、実際はね、有線接続してスマホを充電していたという方は意外と多いのではと感じてます。しかし、現在の置くだけ充電は第4世代から第5世代へ進化して、その性能も飛躍的に向上したと言われてます。世代が変わったことによって改良された点は大きく分けて3つあります。1つ目、ムービングコイル技術を搭載してスマホの充電位置を自動で検知するようになったこと。位置ずれしてもその都度修正して充電検知することによって従来比 3.6 倍の充電範囲に拡大したこと。2つ目、カバーのついたスマホでも安定した充電が可能となったこと。3つ目、iPhone は 7.5W 充電、Galaxy 急速充電仕様は 10W まで対応したことによって高速充電が可能となったこと。メーカー側の検証では1時間で約 60% まで充電可能になったとのことです。このようにですね、これまで使い勝手があまりいいとは言えなかった置くだけ充電なんですが、世代がアップグレードされたことによって結構使い勝手が良くなったんじゃないかと期待できます。またですね、価格も前と同じで 13,200 円と私のお小遣いでも購入ができる価格でしたので、これはつけても良さそうだなと感じました。ただ、実際はリセールには影響しないと思われますし、有線接続の方が使い勝手がいいんだよって方は、全然つけなくてもいいのかなと思います。そして最後、6つ目ですが、ドライブレコーダーとなります。これはもうね、今のご時世必須の装備だと思います。当然、リセールには全く影響しないオプションですし、社外品の方が価格も性能も上の製品があるのも私自身理解してます。ですが、私はね、再度取り付けに行く手間ですとか、純正ナビとの互換性とか、あと故障した時の保証とかですね、そういったリスクを総合的に判断した結果、純正品でもいいのかなと感じて、今回選んでます。ということで、私が選んだメーカーオプションはこの6つとなっております。デジタルキーですとか ITS コネクトに関しては、実際にね、私自身使ってみた結果、我が家ではですね、これ別に必要じゃなくないっていうことになってカットすることにしました。別にですね、携帯が鍵にならなくても全く支障ないですし、ITS コネクトに関しても、私のような地方在住民からしたら、救急車のね、接近通知以外のメリットを感じることがほとんどなかったので、今後ね、さらにね、ICT 化が進んで、こういった田舎でも色々と機能が使えるまで周りの環境が整ってきてからでも、その時でもいいのかなと感じたので、今回は全てカットということになりました。ちなみにですね、ディーラーオプションに関してなんですが、今回私は一切つけておりません。強いて言えば ETC2.0 のセットアップ料金 4,400 円だけとなります。納車時必要となるであろうフロアマットは社外品を購入する予定ですし、カーテシランプに装着するプロジェクションイルミに関しても社外品を買ってですね、自分で装着しようと思ってます。ボディコーティングについては前回お世話になったキーパーさんでまたやっていただこうかなと考えています。また今回はエアロ装備などは一切つけないこととしてます。というかね、つけたくてもお金がねえんですよ。そもそもね、私ローンで買いますし。ぶっちゃけですね、TRD のフルエアロとかはもうそれはつけたいですよ。つけたいんですけど、価格がなんと工賃などを含めると、約90万ともうガチでね、高額なんですよ。
とてもじゃないですけど、私のね、もう予算オーバーです。元からね、そんなにね、購入予算があるなら、もう迷わず 500H 買ってますってことですよ。だったら、RX のね、ボディの樹脂部分を隠してくれる、純正のスポーティーエアロパッケージとかどうかなとかもね、考えたんですけど、こちらもね、工賃込みで約35万円と、まあまあなね、値段がするんですよね。絶対にエアロを組んだ方が周りとの差別化とかもできますし、外観のスタイルもかっこよくなるのはもう間違いないんですけど、今回は長く乗るっていうことは考えてませんので、リセール面から見てエアロ等の装備はかかった費用のおおよそ、半額程度が回収できればいいところだよと、どこかでね、見たことがあったので、今回はつけないこととしました。エアロ装備の全額回収は正直厳しいと思うんですが、予算が許す方はね、装着するともうめちゃくちゃかっこよくなるので、本当にね、おすすめかと思います。特にですね、TRD のフルエアロはもうガチでイカチです。リア下部の4本出しマフラーとかね、もうほんとイカしてんなって感じます。では、この内容でですね、実際の乗り出し価格はいくらになったのかというと、実はですね、まだちょっと販売店のシステム自体に正確な車両本体価格ですとか、今回標準装備になったオプション金額などが反映されてませんでしたので、今回は概算の見積もり結果とはなってるんですが、総額ですね、783万6940円となりました。どうでしょうか？ RX にしては、意外とね、リーズナブルな価格で購入できちゃったのかなと感じてはいます。またですね、ちゃんとした見積もりが取れるようになったら、詳細をね、すべてお見せしたいと思います。ちなみに、今回も減免車両として購入してますので、自動車取得税が約13万円ほど免除となっています。今回はガソリン車の購入でしたので、ハイブリッド車よりもさらに大きな減免額となったのは、私としては朗報でした。ということで、今回は私が選んだ RX350 リセール最強オプション6000お伝えさせていただきました。これから RX を購入しようと思ってらっしゃる方の少しでも参考になればと思います。また今後はですね、実際のお支払いを想定したシミュレーション動画なんかも作成しようと考えてますので、実際いくらあれば RX 乗れるのかな、月々いくらぐらいで乗れるんだろうと、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。いいねでも応援よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。